皆さんこんにちは。今日は私の一日を皆さんにお見せします。ぜひ見てください。日曜日、雨の日。日曜日、朝起きると家の中が少し濡れていました。窓の隙間から雨が入って床に水たまりができていました。私はすぐに雑巾を持って床の水を拭きました。次にバケツに水を入れて濡れたタオルを絞りました。雨は強く降っていて、風も窓に当たっていました。掃除が終わった後、台所に行きました。冷蔵庫の中を確認して、朝ごはんの材料を出しました。パンを焼き、卵を茹でて、温かいお茶を入れました。食事の後、食器を洗い、台所をきれいにしました。その後、ゴミをまとめて、外のゴミ置き場に出しました。9時ごろ、洗濯を始めました。シャツやタオルを洗濯機に入れ、洗濯を回しました。雨の日なので、洗濯物は部屋に干しました。扇風機をつけて乾くのを早くしました。その後、リビングの掃除をしました。ほうきで床を掃いてテーブルや棚を拭きました。家具の下も掃除機で掃除しました。午前中は窓を拭きました。雨の雫がついていたガラスをきれいにしました。外の景色が少し明るく見えました。昼ご飯の時間になり、冷蔵庫にある野菜で炒め物を作りました。ご飯を炊き、味噌汁も作りました。食事が終わった後、食器を洗いました。午後は机の上にある書類を整理しました。古い紙や封筒をまとめ、必要なものだけを残しました。その後、本棚の本を並べ直しました。旅行や買い物で使った袋を片付けました。さらに、パソコンを開いて写真を整理しました。写真をコピーして新しいフォルダーに分けました。メールを確認して返事を2通送りました。3時ごろ少し休憩しました。お茶を入れてテーブルに置きました。その後、部屋の電気を消して窓を開けました。雨はまだ降っていましたが、風が弱くなり、静かになりました。掃除が終わった後、少し整理して部屋の床をもう一度拭きました。夕方、夕ご飯の準備をしました。冷蔵庫にある野菜と肉で炒め物を作りました。ご飯を炊き、スープも用意しました。テーブルに料理を並べて食べました。
食事の後、食器を洗い、台所をきれいにしました。その後、風呂を沸かして入りました。体を洗い、髪を乾かしました。夜は机に向かって日用品の整理をしました。ペンやノート、封筒をまとめました。少し本を読んで机の上を片付けました。9時頃に電気を消して寝る準備をしました。10時頃にベッドに入り、雨の音を聞きながら眠りました。月曜日、一人で過ごした日。月曜日は朝早く起きました。家には私しかいませんでした。6時半に起きてカーテンを開けました。空は少し晴れていました。顔を洗って歯を磨いてから朝ごはんを作りました。ご飯と味噌汁と卵焼きを用意しました。朝ごはんを食べた後、洗濯をしました。洗濯機を回して終わったらベランダに洗濯物を干しました。天気が良かったのでよく乾きました。洗濯の後、掃除をしました。リビングとキッチンの床を掃いてテーブルを拭きました。ゴミをまとめて外のゴミ置き場に出しました。掃除の後、パソコンを使いました。仕事のメールを確認して2つの書類を作りました。プリンターで印刷してファイルに入れました。少し休んで水を飲みました。10時頃、近くのスーパーに行きました。買い物かごに野菜、果物、牛乳、パンなどを入れました。セルフレジで会計をしてエコバッグに入れました。帰る途中で郵便ポストに手紙を入れました。家に帰って買ったものを冷蔵庫に入れました。昼ご飯の準備をしました。トマトスープとサラダとパンを作りました。食事の後、少しテレビを見ました。ニュースと料理番組を見てリモコンを置きました。午後は部屋の整理をしました。本棚の本を並べ替えて古い雑誌をまとめました。引き出しの中を片付けていらないものを袋に入れました。その後、洗濯物を畳んでクローゼットにしまいました。3時頃、紅茶を入れて少し休憩しました。テーブルの上を拭いてノートに予定を書きました。4時から音楽を聴きながらパソコンで資料を作りました。5時頃に終わってデータを保存しました。夕方、夕ご飯の準備をしました。冷蔵庫の野菜を切って炒め物を作りました。
ご飯を炊いてスープも作りました。テーブルに料理を並べてテレビを見ながら食べました。食事の後、皿を洗って片付けました。キッチンの流しをきれいにして床を軽く拭きました。その後、風呂を沸かして入りました。体を洗って髪を乾かしました。夜は少し書類を読んでからカレンダーを見て次の日の予定を確認しました。9時頃に電気を消して寝る準備をしました。10時頃にベッドに入りました。火曜日、雨の日。火曜日は朝から雨が降っていました。外の音が静かで窓ガラスに水の雫がついていました。私は6時半頃に起きました。カーテンを開けて外を見ましたが、空は暗くて道が濡れていました。顔を洗って歯を磨いてから台所に行きました。朝ごはんを作るためにご飯を炊いて卵と野菜でオムレツを作りました。温かいスープも作ってテーブルに並べました。食事をしてから食器を洗ってキッチンを片付けました。洗濯物は外に干せなかったので、部屋の中にロープをかけてそこに干しました。扇風機をつけて乾くようにしました。8時頃、机に向かって仕事を始めました。パソコンを開いてメールを確認しました。上司からの連絡を読み、必要なファイルを送信しました。その後、資料を作って印刷しました。9時半頃に少し休んで温かいお茶を入れました。10時頃、雨が強くなりました。窓を閉めてカーテンを少し下げました。机の上の本を整理していらない紙をまとめました。その後、インターネットでニュースを見ました。仕事の続きとして書類を3つ仕上げました。昼ご飯の時間になったので、簡単な料理を作りました。野菜炒めとご飯、味噌汁を作ってテレビを見ながら食べました。食事の後、また皿を洗ってキッチンの台を拭きました。午後1時頃、雨の音が少し弱くなりました。部屋の中を掃除しました。掃除機を使って床をきれいにして机の上のほこりを拭きました。棚の上の本を並べ直して植物に水をやりました。掃除の後、書類をファイルに入れて机を整理しました。3時頃、少し休みました。コーヒーを作って窓の外を見ました。
近くの公園の木が雨で濡れていて、道を人が傘をさして歩いていました。コーヒーを飲み終わってから、またパソコンの前に座りました。4時から5時まで書類の確認と修正をしました。夕方になって雨がまた強くなりました。外は暗くなり始めたので電気をつけました。5時半ごろ夕ご飯の準備をしました。冷蔵庫の中から豆腐と野菜を出して鍋料理を作りました。ご飯を炊いてスープも作りました。テーブルを整えて食事をしました。食事の後、皿を洗って台所を片付けました。その後、少し休んでテレビのニュースを見ました。7時半ごろ、風呂を沸かしました。入浴して体を洗い、髪を乾かしました。洗濯物の乾き具合を確認して、まだ濡れていたので、扇風機をもう一度つけました。夜は8時半ごろから机で少し書類を読みました。9時ごろ、明日の予定をカレンダーに書きました。机を整えて電気を消しました。その後、寝る準備をして10時ごろにベッドに入りました。外ではまだ雨が降っていましたが、家の中は静かでした。皆さんこんにちは。今日は私の一日を皆さんにお見せします。ぜひ見てください。日曜日、雨の日。日曜日、朝起きると家の中が少し濡れていました。窓の隙間から雨が入って床に水たまりができていました。私はすぐに雑巾を持って床の水を拭きました。次にバケツに水を入れて濡れたタオルを絞りました。雨は強く降っていて、風も窓に当たっていました。掃除が終わった後、台所に行きました。冷蔵庫の中を確認して、朝ごはんの材料を出しました。パンを焼き、卵を茹でて、温かいお茶を入れました。食事の後、食器を洗い、台所をきれいにしました。その後、ゴミをまとめて、外のゴミ置き場に出しました。9時ごろ、洗濯を始めました。シャツやタオルを洗濯機に入れ、洗濯を回しました。雨の日なので、洗濯物は部屋に干しました。扇風機をつけて乾くのを早くしました。その後、リビングの掃除をしました。ほうきで床を掃いてテーブルや棚を拭きました。家具の下も掃除機で掃除しました。
午前中は窓を拭きました。雨の雫がついていたガラスをきれいにしました。外の景色が少し明るく見えました。昼ご飯の時間になり、冷蔵庫にある野菜で炒め物を作りました。ご飯を炊き、味噌汁も作りました。食事が終わった後、食器を洗いました。午後は机の上にある書類を整理しました。古い紙や封筒をまとめ、必要なものだけを残しました。その後、本棚の本を並べ直しました。旅行や買い物で使った袋を片付けました。さらに、パソコンを開いて写真を整理しました。写真をコピーして新しいフォルダーに分けました。メールを確認して返事を2通送りました。3時ごろ少し休憩しました。お茶を入れてテーブルに置きました。その後、部屋の電気を消して窓を開けました。雨はまだ降っていましたが、風が弱くなり、静かになりました。掃除が終わった後、少し整理して部屋の床をもう一度拭きました。夕方、夕ご飯の準備をしました。冷蔵庫にある野菜と肉で炒め物を作りました。ご飯を炊き、スープも用意しました。テーブルに料理を並べて食べました。食事の後、食器を洗い、台所をきれいにしました。その後、風呂を沸かして入りました。体を洗い、髪を乾かしました。夜は机に向かって日用品の整理をしました。ペンやノート、封筒をまとめました。少し本を読んで机の上を片付けました。9時ごろに電気を消して寝る準備をしました。10時ごろにベッドに入り、雨の音を聞きながら眠りました。月曜日、一人で過ごした日。月曜日は朝早く起きました。家には私しかいませんでした。6時半に起きてカーテンを開けました。空は少し晴れていました。顔を洗って歯を磨いてから朝ごはんを作りました。ご飯と味噌汁と卵焼きを用意しました。朝ごはんを食べた後、洗濯をしました。洗濯機を回して終わったらベランダに洗濯物を干しました。天気が良かったのでよく乾きました。洗濯の後、掃除をしました。リビングとキッチンの床を掃いてテーブルを拭きました。ゴミをまとめて外のゴミ置き場に出しました。掃除の後、
パソコンを使いました。仕事のメールを確認して、2つの書類を作りました。プリンターで印刷してファイルに入れました。少し休んで水を飲みました。10時ごろ、近くのスーパーに行きました。買い物かごに野菜、果物、牛乳、パンなどを入れました。セルフレジで会計をしてエコバッグに入れました。帰る途中で郵便ポストに手紙を入れました。家に帰って買ったものを冷蔵庫に入れました。昼ご飯の準備をしました。トマトスープとサラダとパンを作りました。食事の後、少しテレビを見ました。ニュースと料理番組を見てリモコンを置きました。午後は部屋の整理をしました。本棚の本を並べ替えて古い雑誌をまとめました。引き出しの中を片付けていらないものを袋に入れました。その後、洗濯物を畳んでクローゼットにしまいました。3時ごろ、紅茶を入れて少し休憩しました。テーブルの上を拭いてノートに予定を書きました。4時から音楽を聴きながらパソコンで資料を作りました。5時ごろに終わってデータを保存しました。夕方、夕ご飯の準備をしました。冷蔵庫の野菜を切って炒め物を作りました。ご飯を炊いてスープも作りました。テーブルに料理を並べてテレビを見ながら食べました。食事の後、皿を洗って片付けました。キッチンの流しをきれいにして床を軽く拭きました。その後、風呂を沸かして入りました。体を洗って髪を乾かしました。夜は少し書類を読んでからカレンダーを見て次の日の予定を確認しました。9時ごろに電気を消して寝る準備をしました。10時ごろにベッドに入りました。火曜日、雨の日。火曜日は朝から雨が降っていました。外の音が静かで窓ガラスに水の雫がついていました。私は6時半ごろに起きました。カーテンを開けて外を見ましたが、空は暗くて道が濡れていました。顔を洗って歯を磨いてから台所に行きました。朝ごはんを作るためにご飯を炊いて卵と野菜でオムレツを作りました。温かいスープも作ってテーブルに並べました。食事をしてから食器を洗ってキッチンを片付けました。洗濯物は外に干せなかったので、部屋の中にロープをかけてそこに干しました。
扇風機をつけて乾くようにしました。8時ごろ、机に向かって仕事を始めました。パソコンを開いてメールを確認しました。上司からの連絡を読み、必要なファイルを送信しました。その後、資料を作って印刷しました。9時半ごろに少し休んで温かいお茶を入れました。10時ごろ、雨が強くなりました。窓を閉めてカーテンを少し下げました。机の上の本を整理して、いらない紙をまとめました。その後、インターネットでニュースを見ました。仕事の続きとして、書類を3つ仕上げました。昼ご飯の時間になったので、簡単な料理を作りました。野菜炒めとご飯、味噌汁を作ってテレビを見ながら食べました。食事の後、また皿を洗ってキッチンの台を拭きました。午後1時ごろ、雨の音が少し弱くなりました。部屋の中を掃除しました。掃除機を使って床をきれいにして机の上のほこりを拭きました。棚の上の本を並べ直して植物に水をやりました。掃除の後、書類をファイルに入れて机を整理しました。3時ごろ、少し休みました。コーヒーを作って窓の外を見ました。近くの公園の木が雨で濡れていて、道を人が傘をさして歩いていました。コーヒーを飲み終わってから、またパソコンの前に座りました。4時から5時まで書類の確認と修正をしました。夕方になって雨がまた強くなりました。外は暗くなり始めたので電気をつけました。5時半ごろ、夕ご飯の準備をしました。冷蔵庫の中から豆腐と野菜を出して鍋料理を作りました。ご飯を炊いてスープも作りました。テーブルを整えて食事をしました。食事の後、皿を洗って台所を片付けました。その後、少し休んでテレビのニュースを見ました。7時半ごろ、風呂を沸かしました。入浴して体を洗い、髪を乾かしました。洗濯物の乾き具合を確認して、まだ濡れていたので、扇風機をもう一度つけました。夜は8時半ごろから机で少し書類を読みました。9時ごろ、明日の予定をカレンダーに書きました。机を整えて電気を消しました。その後、寝る準備をして10時ごろにベッドに入りました。外ではまだ雨が降っていましたが、家の中は静かでした。